はい、水亀座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2025年の上半期のテーマについてタロットで占ってみたいと思います。お願いします。1月から6月までを順番にどうなっていくか見るというものではなく、この上半期の中でどの分野が一番光っているか、例えば人間関係とかお仕事とかお金のこととか自分の健康とか、そういった人生全般に関しての気をつけることや一番光っていること、伸ばしたいこと、そしてテーマを見ていきますね。ではよろしくお願いします。また1ヶ月ずつのはまた年を明けてから公開していきたいと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ちょっといつもとスプレッドが違うのでしばし無言にならせてください。はい、2025年前半のテーマはワンドのクイーンです。よしみたいな。よかった。はい、そうね、ちょっと星の話もさせてくださいね。2025年の前半っていうのはこの2024年後半からもうすでに入ってるんですけど、どのようにして自分の人生を楽しませますかとか、どのようにして自分が本当に携わりたいことにチャレンジしていきますか、その価値があるんですよっていうような感覚の流れに入ってたんですね、この後半から。でその後半、その流れっていうのは2025年の前半もあります。ですからベタな言い方をするとレジャー運があるとか、何か子供運があるとか、恋愛運があるよとか、自分で何かを企画していったり表現していったり、もっと自分を認めたりということで自分が何かを表現したいのか、何が欲しいのかということを表に出していける。でそれを作っていける。でそこにはもちろん覚悟がいるんですけども、覚悟したことに関してはそれ広がるよ、それがうまくいくように宇宙が応援するよというようなタイミングなんですね。でそれが2025年前半あるのと、もう一つ面白いなと思うのが2024年の11月20日から何回も聞いてるかもしれませんけども、冥王星という星が水亀座に入って本当の自分で生きるんだという自己改革が促されてるわけですね。でその中で昔の自分じゃなくて今の自分だったら何が楽しいんだろうとか、何をしたいんだろうっていうの、その自分の決断や決意、チャレンジに応援されてる、そこを自分がやりたいことをできるように応援されてる流れがあり、なおかつ2025年の3月あたりから3月29日がお羊座で起こる日食なんですけれども、この日食のあたりから動きがすごく速くなるんですね。これは世間一般でっていうのもありますけど、水亀座さんにとってもです。水亀座さんにとっては特に他者とのつながりが急にバババババってつながったりとか、もうトントントンと行きたい方向に行けたりとかっていう形で、現実世界も動く、実際フットワーク軽く動く、もしくは自分の頭の中でも好奇心が湧いて、あれをしてこれをして読んで書いて話をしてみたいなコミュニケーションがすごく活発になってきます。なので動き出すなっていう感じなので、やっぱり上半期を通してのテーマっていうのが自分らしい力で自分を立て直していくっていう感じがしたんですね。自分らしい力でっていうのは何も社会的にこれをしたから自分はすごいんだとかではなく、自分らしく自分の求めているものを自分に許可して、それを与えて経験していくことで自分を立て直していく、これでやっていけるみたいな、そういう感覚、強い感覚ですねがあります。それがテーマです。運勢は応援しています。そしてそこに応援してくれる補佐というかね、誰か人もいるっていう感じです。そしてですね、ご自身の状態はって言った時にカップのエースが出ているので、2025年の前半とっても嬉しいことがある、何かとても嬉しいことがある、喜びに満ち溢れている感じがするんです。そして健康を何か患っていた方にとっては健康回復してきますね。
ここでやはりソードの6というかでちょっと大変だった状況から少しいい状況にちゃんと流れていくよということで、後ろからのサポートもあるということは、何かお薬が効いたりとかいいお医者さんに出会えるとか、周りのサポートを受けていい状態になっていくよって感じが出ています。ご自身はまだもう少し、いや万全じゃないんですよまだっては思っているんですけれども、でもその状態でも十分やっていけるし、喜びの中にいられますよっていう感じで出てますね。そして一番その興味深いなと思うのは、何かをね手放すんですね。でこれが言うならば自分の人生ですから全部関連してるんですけども、まず心理的に受け入れがたかったこと、分かってるんだけどそれは言わないでとか、分かってるんだけどそのこと言われたら素直に「はい」と言いたくないとか、そこに抵抗したい自分っていうのがあって、例えば家の中の問題だったりとか、その仕方がないことなんですよね。仕方がないんだけど自分では納得いってなかったことに関して本当にそれを納得するっていう、そういった心理的な変化があるみたいで、昔はこれが嫌だった、家のこういうとこが嫌だった、家族のこういうとこが嫌だったけど、でもそこでの恩恵に気が付くようになったとかね、そんな感じで家族に対しての見方が変わったり、または自分の意識の中でその納得いかなかったことに対して納得がいくようになったよっていうのがまず一つあるんですね。でそれが鍵となってなのか、お仕事に対しては一番仕事でここデビルの逆っていうのが出てるので、何か仕事のやり方変えるんだなって感じが出てるんです。でそれは周りから無理やり変えさせられてそうなるではなく、自分の意識が前までは受け入れがたかったけど、それを受け入れられるような自分になったんだということで、やっとその仕事だったりとか環境に対するトラウマみたいなものを手放していけるんだっていうふうに言われてるんですね。なので例えばですけど、すごくこの職場ですごく嫌だった上司がいるとしたら、その上司が左遷されていなくなったりとかして、急に世界が明るくなったっていうこともあるかもしれないし、もう何だったらもう私いいですやめますってもう言っても分からないのであればもうやめますぐらいの当たって砕けるぐらいの覚悟で言ってみたら、それによって本当にそれがどうなるっていう結果ではなく、それを自分が当たっていくだけの覚悟で言うことによって自分の中の何かがものすごく解放されるっていうふうに出てるんですね。なのでいろんなことがちょっと関連して、肉体的なことも回復に向かうし、でそれによってなのか今までこだわっていたことに関しても納得がいくし、でさらにもう少し大きな課題、これは絶対変わらないだろうと思っていたような環境的なものだったりとか、仕事に対してのこだわりっていうものが外れてくるっていう感じなんですよね。でそしてポイントっていうのは、それが外れることによって非常に楽になるっていうことなんです。要するに喜びにつながってるってことなんですね、これは。どうなんでしょうね。辞めたいけど辞めたら、例えばですよ、お仕事辞めたいけど辞めた後が生活していけないしなって思っていたけど、いやなんとかなるじゃないかみたいな感じになって、例えば家族のサポートもあるとかということで、もうじゃあ辞めるっていうことで、それを上司に言ったりとか会社に言ったら、会社としてはそれは受け入れるか受け入れないかわからないけど、そう言ったという事実が自分をすごく自由にさせて、もうちょっと頑張れるかもって思ったり、いざとなればやめることもできるんだという選択肢があることによって、本来の自分の力を発揮して立て直していけるよって感じで言われてるなと思ったんですね。そしてパートナーシップに関してはそうね、1対1の人間関係に関してはなんとなくちょっと引いてますね。自分からグイグイ行くというよりは、他者が自分を受け入れてくれるならそこには応えるけれども、自分から行くのは悪いなと思ってるみたいな感じなんですよね、なぜか。だから誘われたりとか何かね要望があれば喜んで応えるけれども、自分から相手を誘うのは相手に悪いからしないみたいな感じもあり、でもし恋愛したい方、もしくは今恋愛されてる方っていうのは非常にナイーブになってると思います。ここでカップのクイーンが出てるので、ただカップのクイーンっていうのは非常に愛される人なんですね。男性でも女性でもです。愛があるよっていう、その愛に敏感に反応できる自分の感性があるよねっていうカードなので、いいと思うんですよ。そのナイーブな感性でぜひ愛情を示すなり喜ぶなりしてほしいんですけど、ちょっと遠慮してるなって感じがあります。そして特にグループに対してとか、何か一つのグループとか組織とか団体とかコミュニティに関しては本当に
そこから背を向けたいんだみたいな感じがありますね。そうね、まあそれがテーマじゃないんですよね。今はね、この2025年の前半はね、2025年の前半とにかく自分のことに焦点を当てて、自分がどう生きたいのかとか、自分の人生で何を作っていきたいか、何に挑戦したいかが一番だから、他者とか所属してるグループとかそういうのは別にいいんですよね。どうでもいいっていうか、どちらでもいいんです、それはね。そして自分のことに精一杯頑張りたいから、他者からの要求にはもちろん応えるけれども、あんまりグイグイ来られても困るなみたいな感じもありますね。十分でも人間関係成り立ってますから、そこは心配しないでください。十分になんか成り立ってる、優しさが伝わってるし、他者からも優しくされるし、そしてお金のことなんですけれども、その仕事に対して何かを手放していくっていうふうに出ているので、ちょっと金銭的には心配なんだと思うんですね、ご自身の感覚的には。だけどもこのワンドの9っていうのは、自分ができることを精一杯やってるんだよっていうカードなんですよね。自分はまだ足を怪我してるとか、何かちょっとまだ万全な状態じゃないけど、でもその中で頑張ってるんだよっていうカードなので、その中でやってる上ではちゃんと収入は得られますよと。でも何か要するにすごい収入が入ってくるとか、あぶく銭が入ってくるとか、ビジネス立ち上げるんですかみたいな、そんな感じではないんですけれども、何かその自分のこだわりを捨てることによって、なんだ自分もやっていけるじゃないかこれでもっていうような感覚になるってことなんです。それなぜかっていうと、ここまで得てきた知識がお金になるって感じなんですね。これは勉強してきたこと、経験を積んできたこと、お金をかけて学んだこともそうで、それらが全部全て恩恵になって帰ってくるよって感じで言われているので、何なりとやっていけるんですよ。なんせキーカードが立て直していく、自分の力で立て直していくっていうのがあるので。そして最後気をつけることとして言われているのはこのペンタクスの4なので、このペンタクスの4の逆っていうのも、自分がこだわっていたことやこれだけはなくしたくないと思っていたものをなくしても大丈夫なんだよって、手放しても大丈夫なんだよ、もっと広い世界、もっと自由な世界があるよっていうふうに言われているので、すごく解放みたいな感じが出てるんですよね、ここでもね。特にでもこれ心理的な解放っていうものが起こることにより、いろんなものが回復に向かっていく。そして自分自身は嬉しい。他者との関係においてはそこまで強く求めていないという感じですね、ご自身が。どうでしょうかこんな感じですが、もし何か質問とかあればコメントでお寄せください。できる限りお答えしていきたいと思います。そしてもしね、星の話を、これ今カードで見たんですけれども、星の動きがもう少し知りたいよという方は、水亀座さんのカペラノート PDF 版っていうのがありますので、そちらにもう少し水亀座さんの人間関係はとか金運はとかっていうのを特典でつけていますので、よろしければ概要欄から詳細ご覧ください。最後にもう一枚引いてみますね。何ですかこれは。はい、このカードが出ました。何か感じることがあれば、皆さんも直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。タレントガイドということで、まさにこれ今から自分の人生をクリエイトしていく、何かをやっていくという時に、十分何でもできる才能があるよみたいな、自分の才能をね引き出してくれるガイドがついてくれてるよみたいな感じじゃないですかね。スピリットメンターとかティーチャーがついてくれてるよっていうことなので、安心して頑張ってみてくださいということで、ここまでにしておきます。ぜひ2025年の前半、素晴らしい時間になることを祈っています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。